回は大好評の自分の試合解説。今回はエジプトのラドア選手です。この選手めっちゃ強くて、私の中では本当に倒されて1本を2回取られた記憶があります。だから 6-0 で負けたんですよ。6-0 で負けた選手とやる試合、めっちゃ気合入ってます。この試合ぜひ見てください。この選手もね、結構後ろ重心ですごくやりづらいんですよね。この後ろ重心。後ろ重心の選手は相手が来たのに対して合わせ、後ろでこのままの体勢で合わせるんですよ。突きを結構で、これがだいぶやられますこれ届くじゃんと思って行くんですけど、でこっちの技も届いてるはずなんですよ。届いてるはずなんだけど、相手の技も入ってるんですよ。だから相打ちみたいな感じで両方入ることが結構多いです。で、届きそうと思って届かないで、もしね自分が届かないで相手が後ろで打っても、自分はこうやって突っ込んでるから結局取られちゃうんですよ。なのでこういう選手は結構要注意です。無理に攻撃仕掛けると後ろで簡単に取られてしまうので。で、この後ろの方が引きがよく見えるんですよ。だから手を出して引くだけでもポイントになってしまうので、だからこういう選手にはむやみやたらに攻撃できないです。よく距離をしっかり測って、本当にいける距離ちゃんと技を伸ばさないとダメなので、あとは崩すか、相手のこう待ってるところをちゃんと崩して相手に動かせて、で自分が行くっていうのも手かなって思います。この選手は構え両方できるんですよ。結構構えによって虐待が嫌だなとか思う人たくさんいると思うんですけど、この選手両方できるから、この構えになった時にこういう技をするとか、そういうのを結構頭に入れておかないと、構え変わった瞬間にやばいみたいななる時があるので、こっちの構えだなってイメージついてたのに反対構えにされるとびっくりしてしまうので、私は自分が虐待で虐待の相手も正対の相手も結構今までやってきているので、そこまでこだわりはしないんですよ。構えに、相手の構えにこだわったりしないんですけど、ずっと同じ構えで練習してると反対の構えになった時にどうしようかなって試合の中で思っちゃうから、この試合の中で何かを考えるっていうのは基本あんまりやりたくないので、試合の中では今までやってきたことをそのままもう体が動くような状況にしたいので、ラドア選手は両方できるよっていう情報は絶対持っておいて、頭の中でこうなった時はこれ使えるっていうのを自分の中でやって用意してきました。で、今の相手がこの場所で止まってたので動いてなかったので、いけるなと思ってで行ったんですけど、これね、私のダメなところ、これみんなにも絶対見てほしいんだけど、ワンツーするときに体が浮いちゃってるんですよ。上に上がっちゃってるんですね。だから距離が出ずに、本当は入るぐらいの距離だったんですけど、相手との距離はね。でもここ浮いちゃってるから距離が出ずに手前で落とされてしまいました。これすごい浮いてるでしょ。ここすごい反省ポイントなんですけど、練習の時は低くってやってるんですけど、やっぱり試合になってしまうとこういけるって思っちゃうと、ついついやっぱり浮きがちになっちゃうんですね。みんなもそういう経験あると思うんですけど、日本代表でもこういうことは全然ありえます。なので練習の時は低くって意識してると、上がってしまっても伸びが出たりとかするようになってくるので、私は常に低く長く遠くにっていうのを意識して練習しています。これはちょっとね、ダメな例です。はい。ايوه صح. هاي خلي بالك رجلك جاهزه قوي. انا اللي شغال. ほら、 اوعى تيجي فوق. 相手が来ようとした時にこっちの手ふって動くでしょ。これが得意なんですよ、この選手。相手の来るのに合わせて打つのが。だから逆に私はこうフェイントをして相手を動かす。で、この選手のすごいいいところは、中段打ってで、
届かないなって思った瞬間にすぐ足上がるんですよ。ここ私すごいいいなと思って、なんか一発一発っていう単発もすごい大事だと思うし、単発で入れば私たちの伝統派の空手はポイントになるのですごく有利だと思うんですけど、単発で入らなかった時の次の行動が早いなってすごい思います。中段、入らないで上げる。で、この足を下ろした落ち着いたところに私は逆上行ったんですけど、この逆上は見切られてしまったので入らなかったです。この逆上をもうちょっと低くしてればもしかしたら入ったのかなと思うんですけど、でも私がすごく大事にしてることは、相手に読まれずに自分の技を入れたいので、今のはもう完全に相手に読まれちゃってるので、出る瞬間にどこか動いてしまっているので、それを本当に最小限にしたいですねっていうのが課題です。常になんですけど、それがすごく課題になってます、私の今の。今のところは中段で入ろうとしたんですよ。思いっきり足上げる、見せてから相手を浮かせて、中段で思いっきりいけると思って前足思いっきり出して、だけど、相手はもう来るって分かってるからちょっと後ろに下がってるんですね。で、下がりながら足上げちゃってるから、中段届いてはいるけどごまかされちゃってますね。これはちゃんと最後まで決めなきゃポイントにはならないので。でも私この時全然意識してなかったですけど、この中段うわーってなって崩れてるはずなんですよ。体勢すごい崩れてるはずなんですけど、すぐに構えに戻る。もう相手に向いて構える。これすごい大事だと思うんですよ。打った後にすぐ構えられる、次の技の準備ができるっていうことがすごい大事だと思いますね。自分で言うのもなんですけど、これが褒めポイントです今回の試合のこれ私がすごい練習してた蹴りなんですけど、海外の選手って蹴りポン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 って結構やること多いんですよ。で、この蹴りのポンポンポンに何もせずに見てるのはもったいないなって思って、こういう時にできることないかなって思って練習したのが前足の裏回し。相手が左の足で蹴ってるからお腹の側は空いてるんですね。お腹側空いてるけど後ろ足で蹴ってしまうと技が大きくなってしまうので、あえて前足で、ラドア選手はマジでもう前足のコントロールがすごく得意で、上段蹴りしたり裏回ししたり両方できるので、これむやみに突きでいってしまうと取られます。なので私は練習してた蹴り技を使うことにしました。ここではどうしようってなってて、蹴り来たなと思ってここで見てるのも嫌だから前足の裏回しを使いました。でこれ入ったようにも見えるけどしっかり決まってなかったので全然。でもこういう技すごい使えるなって思うので、ぜひ皆さんにも試してもらいたいなって思います。この技は。